皆様こんにちは。この動画では白川郷土日1泊2日旅行のまとめとして旅程や旅全体の費用、感想、反省点などをお話ししていこうと思います。それではスタート。まずは旅の経由地点についてお話しします。今回の旅行では金沢経由で白川郷に行きました。どの観光地にも言えることですが、目的地にどれぐらい関心があるかによって所要時間が大きく変わると思います。僕たちは1泊2日ということもあり、可能な限り白川郷をじっくり楽しみたかったので、経由地の観光はしないことにしました。そして金沢を経由地として選んだ理由はこちらです。まず駅近くに魅力的な飲食店が多いというのが1点目の理由です。土曜のランチ、日曜のディナーをそれぞれ経由地で取るつもりだったので、駅付近の食事の候補が幅広い金沢はとても魅力的でした。お店を予約するか迷ったのですが、金沢は駅前にも飲食店がたくさんありますし、当日の気分やノリ、混み具合、天気によって臨機応変にお店を選べたので、予約なしでも食事場所に困ることはないかなと思います。次にちょうど良い時間帯のバスがあったというのが2点目の理由です。金沢は白川郷行きのバスの本数が多く、昼食後にちょうど良さそうな便があったのもポイントでした。続いて白川郷での過ごし方についてお話しします。1日目はこんな感じ。2日目はこんな感じ。今回の旅行では両日とも天候が荒れることはなく、使える時間はフルで観光することができました。他にも立ち寄れる家屋があったり、民家園は駆け足ではありましたが、観光という点では大満足でした。続いて白川郷での食事処についてお話しします。
僕たちは今回白川郷にある飲食店でゆっくりご飯を食べるタイミングがありませんでしたが、お宿のスタッフの方や民家園のおばあちゃんにおすすめのお店を教えていただいたので、そのあたりを少しご紹介しようと思います。僕たちが泊まった宿で夕食の給仕を担当してくれたスタッフの方がおすすめをしてくれたお店です。けいちゃん定食が本当に美味しいのでおすすめですとのことでした。ちなみに朝食を給仕してくれたスタッフの方にも聞いたのですが、同じくけいちゃん定食を推していました。こちらのお店は民家園のおばあちゃんがおすすめをしてくれました。お蕎麦を打つこともできるし、食べるだけでも OK、 味も美味しいよとのことでした。また僕たちは飛騨牛、朴葉味噌が食べたかったのですが、どちらも宿の食事で食べることができました。続いて今回のお宿に関してですが、白川郷に行くことが決定した段階で友人が調べて予約をしてくれました。僕は初めて強立リゾート系列のお宿に泊まったのですが、人気があるのも納得のクオリティでした。とても良いお宿だったので、今回の白川郷由比荘について少しご紹介します。まず良かったポイントはこんな感じ。また白川郷には合掌造りを生かした昔ながらな雰囲気を味わえる民宿なども多くありますが、お部屋にお風呂とトイレがなかったりするので、そういった点が気になる方にもおすすめのお宿かと思います。最後に全体の費用についてお話しします。今回の全体費用はこんな感じでした。友人とは交通費と宿泊費で5万には収めたいねと話していました。ほんの少しオーバーしましたが、ほぼ想定していた金額に収まり、大満足な旅行にできました。以上で今回の白川郷1泊2日旅の動画は終了です。ご視聴いただきありがとうございました。